整えたい欲がすごいやらなきゃいけないことがあるんですけど、なんかそれよりも先に整えたい。今日はその整えたいものっていうのを実際にいくつか整えていきたいなっていうふうに思うんですけど、まず一つ目の私が最近整えたいって思っていること、2026年はいろいろしたいことはあるんですけど、整えたいって思っていること、まずね、防災備蓄、しっかり備えたいっていうのがあります。食料品とかレトルトとかそういう、食べ物の備蓄がちょっと少ないなっていうのがあるので、そこもちょっと改善していきたい。子供がちょうど高校も卒業、下の子が高校を卒業するんですけど、それにあたっていらない口座、今までその学資保険で使っていた口座とか、あと学校でどうしても指定された口座だったりとかっていうので、使っていた口座を解約っていうのをしたいなって思ってるんですけど、で口座の見直しっていうのもやりたいなって思ってるんですけど、お金周りに結構苦手意識があって、でも今年こそはお金についてちょっと学ぶっていうことをしたいなっていうふうに思ってるんですけど、貯まる仕組みっていうのを作りたいなっていうふうに思っています。自動的に貯まるような仕組みっていうのを作りたいなって思ってます。 SBI のネット銀行を使っているので、その一つの口座の中に、いろんなね目的別に口座を作ってお金を貯められるような仕組みがね作れるんですよ。でしかもその SBI って他の銀行とかから自動でお金をSBI の方に移動してくれるっていう無料でそういうサービスがあるんですよ。なので、それをうまく使ってもうちょっと自動化できるような仕組みを作りたいなっていうふうに思ってます。私すごいアナログなね人間なので、そこがすごい結構苦手意識があるんですけど、そこの整えを早めにやって、今年はもうちょっとねお金を貯めるっていうことをしていきたいなって思っています。であとね、もう一つキッチンの仕組みっていうのもねちょっと変えたいなって思っていて、お米を炊く仕組みっていうのもちょっと変えたいなっていうふうに思ってて、今は炊飯器をね使って、お米を炊いてます。でお米めちゃくちゃ高いじゃないですか。で5キロでも4000円超えている、5000円近くなっちゃうこととかも結構多くて、米がねすごい高いんで、ちょっとまとめて玄米の状態で、30キロとかを買って、で洗米しながら食べるっていう風にしてみようかなって、そういう風に仕組みを変えたいなっていう風に思っていて、で私ももともと玄米がすごい好きなんですけど、子供もいるので、玄米はちょっと難しいかもしれないんですけど、五分づきとかで米をね炊くっていうのをやりたいなって思ってます。で鍋で米をね炊きたいっていうのは、以前からあったんですけど、今の鍋の数だとちょっと難しいかなって思うので、米を炊くための鍋を買うか、炊飯器を使ってお米を炊くかのどっちかにはなるんですけど、そこはねちょっと考えながら、でもそのお米を買い方とか使い方っていうのをちょっと変えていきたいなって思ってます。最近古米とかココ米とかっていうのもね使ったりとかしたんですけど、冷蔵庫で保管した方が美味しく食べれるっていうので、やっぱ冷蔵庫でのね保管をしたいなっていうので、米びつをねちょっとやめたいなっていうふうに思ってます。で今挙げただけでも、防災備蓄、銀行口座、お米を炊く仕組みとか
っていうもう3つぐらいねもう整えたいことっていうのがあるんですけど、少しずつやっていきたいなって思ってるので、今日はとりあえず防災備蓄を見直して、足りないものっていうのをちょっと書き出して、今あるものにプラスアルファしていきたいなっていうふうに思ってます。防災備蓄の見直しをやっていきたいと思うんですけど、左側のその2つには食料の備蓄っていうのがあって、これ以外に、キッチンの方に、お米とかパスタ、あとオートミールっていうのが、使いながらローリングストックするっていうものとして、置いてます。あとプロテインもあるので、そういったものを使いつつで、その米に使えるようなレトルト食品だったりとか、あとパスタもあるので、パスタに合うようなパスタソースとかこう増やしながら備蓄を見直したいっていうふうに思ってるんですけど、この中に入っているもの、日用品類なんですけど、いらないものっていうのがありそうなので、ちょっとここを一回見ていきたいと思います。で今見直した感じですね。いらないなっていうものも結構いくつかあったので、ちょっとそういったものは抜き出してます。キャンプグッズとかって何かに使えるかもと思って、私結構ポイポイと入れてしまっていたんですけど、これはいらないですね。あとこれも入れてたんですけど、キャンドルのねストックが結構あって、でこのキャンドルもなんか捨てるのももったいないし、なんか防災の時にキャンドル灯したら明るいし、なんかいい匂いするしと思って入れてたんですけど、これもどんどん炊いて中身を使い切って処分しようと思います。であとこのラジオなんですけど、これも、防災のリュックみたいなのもセットの中に入っていたもので、今も電源も入るので使えるんですけど、ちょっとこの劣化して電池のところがね劣化してしまって、ちょっと危ないなっていうふうに思ったので、新しいものにね買い替えようと思います。あとライターもね入れてたんですけど、ちっちゃくてサイズが良かったんですけど、なんか今つけてみたら全然ね火がちゃんとつかないんですよ。なのでこれも新しいものをね入れ替えようと思います。あと今ね言ってたキャンプグッズなんですけど、このねコールマンのこの中に入っていた、これ広げるとねこんなに大きいんですけど、これもねなんとなく入れてたんですけど、必要ないなって思うのと、キャンプに多分行くことがなさそう。これはね処分しようと思います。あとポケットティッシュもこの中に入れてたんですけど、玄関にもともとストックしているので、あとカイロも玄関に日常的に使えるようにストックしてあるので、それがあればねわざわざここに入れておく必要もないなって思ったので、そういったものは抜いてあります。食料品に関しては足りてないなって思うので、こっちはね結構日用品は減らしたんですけど、こっちをねもっとしっかり備えたいなって思います。安心を得るっていう意味でもちょっとこの辺をね増やしていきたいなっていうふうに思っています。今玄関には参拝の時に持っていくお守りとかお札とかが
とこの玄関に置いてあります。あとさっき言ってた、ポケットティッシュ、さっき備蓄の中にこの入ってたものもちょっととりあえずこの中に入れて使おうかなと思ってます。で先ほど言ってた、米びつなんですけど、このね米びつの中身をね全部、出しました。で今米びつが空っぽの状態になってます。今回ねこれを手放そうと思います。ここにお米が全部入ってます。でこれは1袋に4合入れて保管してあります。冷蔵庫の中でお米を保管したいんですけど、保管方法というかアイディアがあったらぜひコメントで教えていただけたら助かります。作業台はタイルってなんかあまりないし、その手放すのももったいないかなっていうふうにも思うんですけど、でもなんかちょっと無駄が多くてすごい気になるんですよ。なんかもうこのスペースとかもお菓子のボックス置いてたんですけど、ただ空いてるから入れてたっていう感じなんで、もうこの台をどうにかしたいっていうのがあります。今後もねちょっとキッチン使うこともあるので、これは残してほしいって言われるかもしれないし、ちょっとね微妙なんですけど、私的にはこれは手放したいなっていうふうに思ってます。もっと使いやすい台に変えたいなっていうふうに思ってます。よいしょ。ポーチを買い替えて、もうモンベルっていう文字がもうこっすれて消えかけてて、新しいねポーチを買いました。なのでこれはしてます。なんか整えたいことってすごいいっぱいあるんですけど、なんか整えることが好きで全然得意じゃなくて、私は逆にそのやることとかを増やしてしまいがちなんですよ。何でも複雑にしちゃったり、結構こじらせちゃってるみたいなことが多くて、充電ステーションみたいなものを作ってるんですけど、もう2つしか使ってなかったんですよ。それの割にわざわざファイルボックスを用意して収納する、見せないようにするみたいなのが発生していて、いやなんて無駄なんだろうっていうふうに気づいて、でいうね充電の仕組みをちょっと変えたんですけど、すっごいもう失敗だらけなんですけど、そういうの考えるのが楽しくてすごい好きなんですよね。で今はこの講座とかもうちょっと改めたいなっていうふうに思ってて、自動で貯められるような仕組みっていうのを作っていきたいなっていうふうに思ってます。皆さんもなんか整えたいことあったらぜひコメントでまたそれも教えてください。